習慣が睡眠。これね、リメイク前はお話忘れてたんですけど、睡眠の量と質にこだわるのがすごく大事です。睡眠中に分泌される成長ホルモンは深い睡眠の時に集中的に出てきます。よくね、夜の10時から夜中の2時がゴールデンタイムとか言われますが、最新の研究では時刻よりも質、特に寝始めの90分間にちゃんと深く眠れているかが最も大切と言われています。寝始めの90分間をしっかり眠るためには、寝る1時間前、少なくとも30分前からはスマホとか何かしらの電子画面から発せられるブルーライトを浴びないことや、寝る前に激しい筋トレをしたりとか、ネガティブな悩み事とか戦闘ゲームとかね、脳をフル回転させるようなことはしない。脳って意外と単純なので、眩しかったり何かをね、一生懸命頑張っていたら、まだ昼なのね、しっかり寝る時間じゃないかって深い眠りに入りにくくなってしまうので、ちゃんと部屋は暗くして静かな環境や自然音などを聞いて眠ると深い眠りに入りやすくなります。私はね、ありがたいことにど田舎育ちなので、電気消しは真っ暗だし、自然音 BGM なんて今はね、便利なものが YouTube で無料でね、聞けたりしますけど、そんなもんなくてもスズムシのね、大合唱が庭から聞こえておりました。あとこれも大事なんですけど、深部体温が下がるタイミングで眠りに入りやすくなることも分かっているので、寝たいなと思っている時間の90分前くらいにお風呂から上がると、布団に入ってすぐ寝落ちしやすくなるのでおすすめです。そして睡眠時間は諸説ありますが、平均して6から9時間くらいがベストと言われています。最低でも大人なら6時間、15歳くらいまでは8時間は眠った方が良いようです。その6から9時間っていうのはベッドに入っている時間ではなく、睡眠時間なので、寝つきが良くない方だと思われる方はその分調整してみてください。そして4つ目の習慣、恋せよ乙女です。やっぱりね、これは大きいと思うんですよ。成長期のバストアップにおいて最も重要なのは女性ホルモンなので、女性ホルモンの分泌を妨げないことも大事ですが、活性化することもね、大事なので、私もおそらく高校で初めて3次元でまともに好きな人ができたし、少女漫画を読んだりしてドキドキするだけでもね、違うと思いますが、やっぱりね、できれば3次元との触れ合いが一番効果が高いように思います。その恋をね、成功させるためにも今後も美ボディ作りの動画をたくさんアップしていきますので、一緒に頑張っていきましょう。そして最後5つ目の習慣はストレス対策です。これがね、結構現代は特に厄介な敵だと思うんですが、ストレスもね、女性ホルモンの分泌を邪魔する大きな要因なので、できるだけストレスは抱え込まないようにしましょう。言うても成長期、思春期なんてね、喧嘩やら失恋やら受験やらダイエットやら、もう身体的にも精神的にもストレスイベント三昧じゃないですか。だから完全になくすのは残念ながら不可能なので、よりね、ストレスと上手に付き合っていく対策を整えるのが大事になってきます。簡単なことで言えば、湯船に浸かるとか、声を出して歌うとか、ペットと戯れるとか、アイドルに没頭するとか、癒しのね、時間を確保したり、規則正しい生活、適度な運動をする、バランスの良い食事、よく寝る。東京大学の研究で、うつや不安のリスクが最も低くなる中高生の心の健康維持のために推奨する睡眠時間は約 8.5 時間だそうです。いや、そんな保険の教科書に書いてあるようなことじゃ私のストレスは解消されないのよと思うかもしれないけど、規則正しい生活の何がすごいかって、女性ホルモンはもちろん健康的な考え方になる脳内物質とかも出てくるようになるから、同じ現象が起こっても規則正しい生活をしていればストレス自体を感じにくくなるんですよ。だから身体的ストレス対策を取ることで、精神的ストレス対策にも実はなるという。規則正しい生活なんてね、もう聞き飽きるほど学生時代から言われてると思うんですけど、本当にね、すごい力を持ってるんです。なんかもっとね、すごい特効薬とかサプリとかクリームとか、そういうのの方が効く気がしちゃいますけどね。東大元暮らしってやつですかね。思い返せば私の学生時代もストレスイベントに振り回されっぱなしで、毎日ね、近所の占いの館に通って、タワーのカードか、うわーって精神的にね、グワーってなってましたけど、でも身体的ストレス発散は思い返せば100点だったと思うので、上手にね、発散できてたんだと思います。おかんが毎日健康ご飯作ってくれて、お風呂も毎日入りなさいってお湯溜めてくれてたから、シャワーじゃなく毎晩湯船に浸かるのが当たり前になってたし、ダンスとかもね、やらせてもらってたから、適度に運動はできてて、当時は嫌だったけど、ど田舎育ちだから自然にも癒されまくってたし、あと昔は今みたいに SNS が盛んじゃなかったから、ベッドで
YouTube とか TikTok に眠りを妨げられることなく、早寝早起きが当たり前にできてたことも大きいと思います。今の学生さんはね、便利な反面誘惑が多いと思うから大変だけど、知っておくだけでも自分の身だけは守れると思うので、健康にお胸もすくすく育てたいっていう方は是非ね、この5つの習慣気にかけてみてください。あともう一個おまけトーク的な話をすると、ストレス解消の癒しは好きな人とかには求めない方がいい。これは思春期あるあるだと思うので話しておきますが、好きな人にね、嬉しいこと言ってもらったりしてもらった時とかってドーパミンの出血大サービスで麻薬と同じような状態になるので、めちゃくちゃ癒されるし依存しやすくできてるんですよ。でもここで落とし穴。彼がね、アンドロイドとかだったらいいと思うんですけど、人の心ってのは支配できないから、彼にも心はあって彼にもストレスはあって、彼女に構ってあげれる時あげれない時があるから、思い通りにいかなかった時にそこに依存しちゃってるとストレス倍返しになるんですよね。青春中のみんな気をつけて、ストレス解消は人以外にすることをおすすめします。はい、ということで成長期を無駄にしない5つの習慣まとめると、1、本当に自分に合ったサイズのブラを使うこと。できれば運動時や寝る時などシーン別に。2、胸にいいものだけでなくバランスよく栄養をとること。豆乳、サプリ、唐揚げとか偏ったものだけを食べるのではなく、タンパク質、脂質、糖質のバランスをとりながらイソフラボン、ボロン、ビタミンなどのバストアップフードをとってみてください。3、睡眠の量と質にこだわる。寝る前にはスマホを見ない。脳や体を疲れさせない。寝る 1,2 時間前には湯船に浸かり、寝始めの90分を大切にする。4、恋せよ乙女。2次元でも3次元でもいいからドキドキして女性ホルモンの分泌を活性化する。そして5、ストレス対策。現代病とも言われるストレスと上手に付き合っていきながら規則正しい生活を心がける。そしてストレス解消は人以外にする。人に依存しない。恋のドラッグにはまるとね、いや無理無理、彼以外私を癒すものなんてないってなるけど、落ち着いて大丈夫、離れて時間を置いて、彼以外にも癒しはあるから、絶対に。はい、ということで今日は B から H カップまでの下着を経験してきた私の成長期編をお届けしました。次回は1つ目の習慣でお話しした正しいブラの付け方や本当の自分のサイズを知る方法についてご紹介していきます。また今日は10から20代向けでしたが、部長は大人になって20代後半から公共手術とかせず、さらに2カップほどアップしているので、近々後編の大人女子向けバストアップ動画もアップしますので、チャンネル登録して待っていていただけると嬉しいです。それでは今日の動画も少しでも参考になりましたらグッドボタン、あとコメントで感想などもお待ちしています。ではまた次の部活でお会いしましょう。またね。